こんにちは。今日はジーンズの裾を縫い上げる方法をご紹介します。硬いデニム生地をご自分で縫い上げるのは難しく感じますが、家庭用ミシンで手軽に縫えるように4つのポイントを押さえながらご紹介します。家庭用ミシンでもお店のようにかっこよく仕上げることができますので、ぜひお試しください。まず実際にズボンを履いて上げたい長さまで裾を折り返してください。安全ピンや待ち針で留めます。折り返した幅が6センチなので、今回6センチ短くしていきます。ここが出来上がり線になりますので、出来上がり線にチャコペンで印をします。チャコペンで印をしたら裏側にひっくり返します。出来上がり線に縫い代を3センチ追加します。こちらのズボンですと、裾から縫い代までの長さが3センチなので、裾から3センチを測って一周印をしていきます。線でつなぎます。裾から3センチで一周印をしていきました。次に反対側のズボンの裾も裾から縫い代までの長さ3センチで印をしていきます。線でつなぎます。裾上げをしたい幅が短い方、仮に4センチ短くしたい方でしたら、この出来上がり線の4センチに縫い代を3センチ追加すると、この辺りに来てしまう方もいるかと思います。その場合はお手数ですが、この縫い目を一旦ほどいてください。裾をほどきましたら、出来上がり線から縫い代を3センチプラスします。そして裾から縫い代までの長さを測って、裾から縫い代までの長さが4センチなので、裾から4センチで一周印をしていきます。線に沿ってカットしていきます。反対側も同様にカットします。裾を三つ折りにしていきます。こちらが出来上がり線です。出来上がり線で3センチ折り返してアイロンをかけます。アイロンの跡がつきにくい場合は、霧吹きで水をかけていただくか、アイロンのスチーム機能を使っていただくと線がつきやすいです。1周3センチで折り返しましたら、一度開いて、先ほどの3センチの線に生地の端が合うように 1.5 センチ折り返してアイロンをかけていきます。端から 1.5 センチ折り返しました。このまま三つ折りをすると、この生地の重なっている部分が分厚くなって縫いにくいので、こちらの縫い代をカットします。こちらは縫い代がカットできないのでそのままにしておきます。このように三つ折りをするとここまで隠れますので、こちらから5ミリ下のところまで縫い代をカットします。この縫っている線をカットしてしまうとズボンの裾がほどけてしまうので、少し手前のところまで縫い代をカットします。こんな感じで縫い代をカットしました。
こちらの縫い線から縫い代は5ミリほど残しています。縫い代がなくなった分、折り返した時に生地が薄くなって縫いやすくなります。1.5 センチ、3センチのアイロンの線に合わせて2度折り返して待ち針で留めます。待ち針で留めにくいところはクリップまたは洗濯バサミを使ってください。さらにこの生地が重なって厚くなっているところはトンカチなどで叩いて平らにしておくと厚みが抑えられて縫いやすくなります。下に厚手の雑誌などを敷いておいて上から軽く叩いていきます。上から叩くことで厚みが少し抑えられて縫いやすくなっています。反対側の裾も同様に処理してください。ミシンで縫っていきます。針は14番の厚地用を使用してください。普通地用の11番の針を使用して厚いデニムを縫うと針が折れたり曲がったりする可能性がありますのでお気をつけください。糸は60番を使用しても良いのですが、既製品のようにアクセントとなるステッチを入れたい場合、30番の糸を使うのがおすすめです。60番より太めの糸なのでお店のようにかっこよく仕上がります。端から2ミリの位置で1周縫っていきます。足の内側の目立たない位置から縫い始めてください。縫い始めは生地の厚いところではなく、その手前の薄い場所から縫い始めていってください。最初は返し縫いをせず縫います。厚いところを縫うときは電動でそのまま縫ってしまうと針が折れたり曲がる可能性があるので、電動ではなく手で弾み車をゆっくりと回して縫い進めてください。生地の厚いところを過ぎたら電動で縫い進めます。もう一度生地の厚いところに来たら電動で進むのを止めて手でゆっくりと回しながら縫い進めていきます。そこが過ぎたらまた電動で縫っていきます。最後に返し縫いをします。一周縫っていきました。表にひっくり返します。ステッチが効いてかっこよく仕上がっています。本日ご紹介した4つのポイントを押さえていただくと家庭用ミシンでも綺麗に仕上がりますので、ぜひお試しください。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がお役に立ちましたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもいただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。